こはやっぱ一番美味しいですね。I really like the flavor of this place. 自分が作ったラーメン、やっぱ美味しいって召し上がって言ってくださる。美味しかったよとかっていう声だけとか、そういうのが本当に励みになってます、すごく。はい、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。朝スープを仕込んで、味玉作ったりとか、野菜切ったりとか、はい。身からって言うと肉とかも全くない状態の部分、これを下敷きみたいな感じにして、その上にげんこつかを積んでいくっていうやり方で。何キロぐらいで使う？ 3、5とか。1日分。1日分。シャキシャキ中です。片方だけだいぶ山みたいにしてってる理由がある。沸いた時にこっち側にもあるとうまく熱がこうならないっていうか、焦げやすくなっちゃう。去年の10月で丸3年になって今4年目になります。ここオープンする前10年間ぐらいラーメン屋さんやってました。なんでラーメン業界で働こうと思ったんですか？もともとでもラーメンとか麺類好きで、ここが応募を募集、アルバイトっていうかパートで募集してて、3、4年目ぐらいから、正社員っていう形で作る方。20代とか30代の頃は全然もう全然違う仕事を。何をされてたんですか？コンビニさんとか、あと子供ちっちゃい時はヤクルトさん、製法さんとかもやって。いっぱいやった最後にしてて、ラーメン屋さんっていう。自分でお店やろうってすごいですよ。そう、ラーメン屋って確かに。一番大変。大変ですね、正直。すごいね。ラーメン屋のその仕事のどういうところが一番好きですか？やっぱりお客様ですよね。自分が作ったラーメン、やっぱ美味しいって召し上がっていってくださるっていうのもそうですし、今日美味しかったよとかっていう声だけとか、そういうのが本当に励みになってます、すごく。寝起きで、閉店後も疲れたとか思ったりしますけども、お客様の顔を見ると、やっぱテンションが上がるじゃないですけど、体力は多分人よりはあるのかなっていう。もともと結構あれですよ。そうする不眠症ではあるんで、導入剤飲まないと寝れないんで、寝不足っていうか、続くと、そこちょっと辛いかなっていうぐらいで。おはようございます。皆さん皆さん、おはようございます。おはようございます。毎朝新鮮な麺を届けてくださいます。今日密着させてもらってて。なるほど。今日は125食ですね。土曜日はもっと多いです。2倍以上。おかみさんのちょっと人柄をちょっと聞きたいんですけど、お兄さんから見て千明さんがどんな方？すごい感じですよ。すごい感じです。じゃあどうも。ありがとうございます。信じられない。ソフトバレです。
パスタとか、いわゆるイタリアンとかは惹かれなかったんですか？なんかは惹かれなかったですね。カフェとか、もうラーメンめっちゃ好きみたいな。まあですね。うん。ラーメン。綺麗にしてますね。綺麗にする。はい。カンカンカンもやるとさらに。普段寝に帰るようなもんなんで。あ、じゃあずっと割とお店にいるんですか？お店ですね。もう朝6時から9時。 6です。あとはもう、まあ、真夏なんかはもう絶対日入れに必ず来なきゃいけないんで。暇な日とかあるんですか？ありますあります。もう、まあ、やっぱり時間帯によっても本当にね、暇の時間も。休憩とかはあるんですか？休憩の始めはほぼほぼしてないです。なんか知らない限りアクシデントが。休憩なしで6時から9時ぐらいまでずっとして。まあ、タバコ吸うんで、一本ちょっと吸いに行ったりとかはしますけども。今日150あるかないかぐらいです。天井が低いんですよね。だから皆さん、ここに頭ぶつけます。なんか私サイズに作られちゃったみたいな。これ、ちなみに設計というか、もともとあったところを居抜きで、あれですか？あ、いや、スケルトンから一からあ、全部。い全部、借り入れして。くらぐらい借り入れされて、借り入れは1000万です。何歳の時に49、50になるとしたら結構チャレンジじゃないですか。チャレンジャーでしたね。いけるみたいなのあったんですか？やっぱその勝負できるみたいな。いや、半々ではありましたよ。いけるっていうあれも。もしもし。買い物はね、多分ないんだけど。永福屋はなんで永福屋なの？永福屋は、まあ、本当にまさに、その父がやった福ちゃんっていう名前の服もありますし、いろいろ調べたら、永福っていうのが人が集まるっていう意味合いがあるっていう。で、あとは何かのご縁でこの立地だったんで、見つけた物件が、まあ、ご縁の縁と服で、永福屋。はい。ですよね。これ昨日仕込んだのが多分25かな ?25 キロぐらい。チャーシューラーメンは人気なんですか？好きな方はすごい、好んでオーダーしてくださるけれども、永福ラーメンがチャーシュー2枚乗るんですよ。割とホロホロチャーシューなんで薄く切れないんですよ。崩れちゃうから。本当ね、なんかタワーでした。1日の南って大体いくらぐらいになるんですか？人生すごい暇だなって日で9万台、9万円台今は。で、いい時が15、6とか。
じゃあずっと見ていきます。はい。どうぞ。ありがとうございます。ついに。仕事終わりのルーティンとかあるんですかね？暖房つけて、テレビつけて、テレビ見ながら、カチュハイをプシュッと飲んで、飲まれる方も多いですね。飲まれる方は。おとといにしたやつも、ネギチャーシューっていう一皿があって、それ用です。これは50円です。 50円。 50円。はい。これなんで氷入れるんですか？氷入れるとふっくら炊き上がるというか。これを教えてもらった前のお店で。前のお店で、はい。おすすめメニューは、これはお惣菜、今日これなんですけども、ピリ辛のまかないお惣菜。で、こっちちょっと有料になっちゃうんですけども、これすごい人気で、チャーシュー熊丼。一番お得なのはエンクラーメン全部のせみたいな感じなんで、のり5枚とチャーシュー2枚とほうれん草ちょっと多めと卵も乗っかってるんで、これが一番おすすめかなっていう。ベースはスープ一緒なんで、あとはお好みでお野菜好きな人、ごめんなさいね。トッピング、私が野菜好きなんで、キャベツとか、あと辛いの好きなんで赤ネギ仕上がりに辛くしたやつとかはおすすめですね。味噌ラーメンどこから頼めるんですか？味噌ラーメンで。ラーメンね、ラーメンプラス、お好きなラーメン大きさ選んでもらって、限定150円で味噌に変更。混ぜます。こちら美味しいものじゃないですか？混ぜます。はい。
ーメングルメ多めですね。エビラーメンなしです。どうぞ。はい、空気どうぞ。何をこれご注文されたんですか？ミルクラーメン並とご飯大盛りです。いつもこのセットを。はい。今日はお仕事の途中とかですか？今日は休みです。どこが好きとか何が美味しいとかありますか？ラーメンの中で。いや、もう自分の好みですね。うんはい。今自分が気に入ったから来てるんです。はい、お願いします。ください。はい。週1、週2とかで来てくださる方なんで、本当に覚えちゃってるというか、いつもみたいな感じで。もう覚えてるからってことですか覚えて、そうですね。たまたま。 ？100人ぐらい。ぐらいは、まあ、大体は、見てます。兄さん、どうでしたか？いや、美味しかったです。おかみさんのこう雰囲気とか、お店の雰囲気とかどう思う？いい感じだと思います。お父さんは飲食店のやってないんですか？全然。もうほら、3年ぐらい前にこっち引っ越して、娘はほら、ちょうどそれと同時にやるんで、ただ俺はほら、足が悪いから厨房危ないじゃん。買い物とかこの雑用だけ。実際やってるじゃないですか、一人で。ええどう思います？どうですか？いや、よく頑張ってると思うよ。できんのかなと思ったらな。8年ぐらいどっか修行したらしいって思うけどやっぱ立派なもんだと思うよ。で、頑張って。朝早くから頑張って。いや、今、これ銀行に両替に行かなきゃ頼まれたの。なるほど。今日はほら、仕入れは間に合ってるから、銀行だけ行ってくれって言うんだよ。なので、食べて。はい。少し待ちます。はい。キャベチャーです。どうぞ。いいどうぞ。辛いの嫌いじゃなければ、お惣菜もおつまみどうぞ。はい、こんにちは。いらっしゃい。出まーす。はい、お待ちしました。次だぞ。お味はどうですか？
最高です。ちなみに今日どちらからいらっしゃ隣町はる？よく来るんですか？たまに。お好みスイーツラーメンです。どうぞ。はい、お願いします。はい。おはようございます。じゃあ、シュークマ丼です。どうぞ。はい、どうぞ。はい。今日はニンニク混ぜとカスタムして、はい。ニンニクを焦がしネギに変えさせてもらって、プラスでキャベツをトッピングしました。他のマイそばにパンチが効いてて美味しいです。ありますあります。忙しいんで。だから。食べきりましたか？とりあえずもう全部食べました。はい。今からお仕事に。そうですね。お店にちょっと通う理由とか。店主さんの人柄ですね。ぶれないラーメンをずっと出してくれてるのが、僕は通ってる秘訣です。普通のラーメン食べる時も、やっぱり焦がしネギをトッピングして、焦がしネギの味をこの香りながら食べてる。ここはやっぱ一番美味しいですね。もう少々お待ちください。で、どうぞ。ラーメンのおすすめですね。はい、どうぞ。お店は結構来るんですか？そうですね。月に2回か3回ぐらいのペースですかね。なんかトッピングとかカスタマイズするんですか？いやいや、しないでもうそのままシンプルにいただいてます。やっぱ美味しいのと、あと価格も比較的リーズナブルで、美味しくてサービスがいいんで、マスターもすごく気さくで感じのいい方なんで、はい。おすすめなのは、お酢を入れても余計甘みが引き立って美味しくなりますし、あと豆板醤もちょこっと入れると、やっぱ美味しくなりますね。はい、この麺の感触とはどんな感じですか？人としてはちょっとつるもちみたいな感じのイメージありますよね。もうこのマスターがこの甘露製麺のこの麺を使うわけが来て食べていただければ、その良さわかると思うんで。麺は固めですね。他は普通のがいます。はい、ありがとうございます。お好み出します。
ゃんご飯で。あ、ごめんなさい。鍋チャーシュー、卵です。どうぞ。ラーメンのお味はどうですか？うまい。うまいです。うん。今日は国に戻りますから、じゃあ、あと今晩は、料理しますけど、料理する前に絶対ここに行って食べてみたいですから。はい。だから、どちらの国の方なんですか？アメリカです。あ、アメリカから来られたんですか？うん。あ、美味しかったですか？美味しかったです。なんで日本にいるんですか？今おいくつになるんですか？あ、25歳です。もうすぐ2年になります。はい。お仕事で日本に来られてるんですか？はい。あ、どういったお仕事をされてるんですか？今、英語講師ですけど、実は、勉強続けて、今、頑張っています。ラーメンはどうですか？私の大好物です。あ、一番好きなお食べ物です。なんでここを選んだんですか？味がすごくうまいです。I really like the flavor of this place. It's amazing. It's very delicious, and it's also close by too. And the staff is very friendly as well. I would love to learn how she makes her ramen. So yeah, I'd ask her. Yeah. 雰囲気のこと is amazing. So I like it here. 遠福屋のラーメン英食べた。福のラーメン半年前にこっちに来て初めて食べたんですけど、もう最高ですね。あ、もう遠福ラーメンですね。スープも美味しくて、濃いめなんですけど、でも全然そんなにしつこくないというか、とっても食べやすいっていうイメージですね。どんな方なんですかすごく女性の店主の方が感じが良くて、すごく居心地のいい店だなと思います。おすすめの食べ方みたいなのあったら教えてほしいんですけど。からし味噌があるんですけど、それをご飯の上にちょっと乗せて、で、スープちょっとかけて、で、付け合わせにきゅうりの漬物があるんですけど、それと一緒に混ぜて食べると最高に美味しいですね。緊張してるそうです。緊張してるそうです。あ、大丈夫です。チャーシュー麺の大盛りです。4回目ぐらいですかね。いや、現場が近いんで、歩いていける距離で来ました。スープと麺はどんな感じでした？スープと麺は固めにしたんですけど、個人的にちょうどいい感じで。まあ、スープは、まあ、美味しいです。黙々と私飛びしてましたもん。
髪型のその可愛らしいポニーテールは、これいつもこの髪型なんですか？その子の髪型です。よく左に流されてる。あんまり深いがない。深いがないです。ジャパン。息子さん？あ、どれこれですか？はいこれは、亀梨です。すいません。亀梨ファンです。もう何十年だ